皆さんこんにちは。ちゃんたま堂のたまぽです。今回はラコニックさんのポケログがトラベラーズノートのパスポートサイズに入るのか、もし入るのであればこのポケログとはどんなダイアリーなのかをご紹介していきたいと思います。では開けていきます。サイズが当ててみてぴったりなので、サイズが合えば入りますよね。ちょっと開けてみて、こんな感じのダイアリーなんですけども、トラベラーズノートのパスポートサイズには入ると思います。はい、こんな感じですね。縦も横も横幅もちょうどいい感じになっております。結構もうパンパンになるので、この他に何冊かリフィルを入れたりとかはできないですけど、いい感じの厚みになってると思います。これ結構今トラベラーズノートのパスポートサイズにはまる他のブランドの手帳で検索されている方が結構多くて、ちゃんたま堂のブログの方にもその検索キーワードでよくお客様が来てくださってるので、他のものも入るのかなと思ってお店で探したんですけど、ポケログが入りますね。で、ラコニックのポケログってどんなのかなって思うと思うんですけど、実はフリータイプのデイリーのダイアリーなんです。1日1ページですね。フリータイプなので日付がないので、ご自身の好きな時から書くことができます。デイリーっていうのは1日1ページ書いていくんですけど、今日書いたから明日も書かなきゃじゃなくても、今日書いてその次の日忙しくて、また次の日忙しくて、たとえ3日後に書いたとしても日付がないので、全然ページ数が開かずに使っていけます。なので、時間単位で予定とかないので、もうそんなに時間軸なくてもいいから、一日このメモとかタスクとかを書きたいなって人にはいいかなと。フリースペースの欄が大きいので、たっぷりと書き込めるかなと思います。ラコニックのポケログですが、今私が持っているのはこういうカバーがついてるものなんですけど、他にもちょっと分厚めのカバーがついているポケログとか、そもそもこういうビニールカバーじゃなくて表紙自体が厚紙になっているものとか、何種類かあるんですよ。この中身は同じなんですけど、外側のテイストが違うものがあって、トラベラーズノートのパスポートサイズに入るのは、こういう薄いビニールカバーのものは入ります。で、ちょっと厚めのカバー、ゴールドとかシルバーとか、ちょっと後でお写真載せときますけど、それは、入るんですけど、はみ出るんですよ。カバーが厚い分。なので、それはちょっと入れない方がいいかなと思います。トラベラーズノートなしで使うのであれば全然いいんですけど、これには入るとはみ出ますね。で、もう一個そのカバーじゃなくて表紙自体が厚紙になってる方は入るんですけど、めっちゃくちゃギリギリです。厚紙の分、背表紙のとこも結構幅があって、ラウンドするんじゃなくて、カクッカクッカクってなるので、その分もうギリッギリになります。なので私のおすすめはこの薄いビニールカバーに入っているタイプ
がおすすめです。で、その薄いビニールのこの今持ってるこれの仲間にも色違いがあって、私が持ってるグレーとグリーンとミントとネイビーとイエローとワインと1、2、3、4、5、6色ありますね。あとはここにチェキの写真が入るようなポケットがついたものもあります。ネットとかで買うときはそのところだけをちょっと注意して買っていただけたらと思います。入らなくなるのでですね。で、中身なんですが、ラコニックのポケログは B6 サイズだけなんですけどっていうかだけなんですが、中身はこんな風になっています。マンスリーテーマ。1、2、3、4、5、6。6ヶ月書くとこがあります。あ、そうなんですよ。これ6ヶ月分しか書けないです。先に言えばよかったですね。すいません。1年間用じゃなくて6ヶ月分ですね。なのでこういう次に月間のここの部分が来るんですけど、これも6ヶ月分だけ書けるようになってます。でもまあフリーなので今日からでも使えるし、明日からでも使えます。で、このデイリーのページも1日1ページずつ書いていったとしても6ヶ月間だけ使えるようになってます。なくなったらじゃあまた次ですね。でもまあそんぐらいでいいのかもですね。結構だって6ヶ月分だって幅が、厚みが結構あるから、この1年とかなったらMD ノートのダイアリーみたいにすんごい分厚くなる感じがするので、私はこれで良かったかなと思います。そうだ。その1年の話で思い出したんですけど、ちょっとすいません、話それるんですけど、国与さんの自分手帳が、私デイリーを今年使っていたんですね。で、デイリーって半月分ずつある2冊セットタイプなんですよ。1月から6月、7月から12月みたいに。だから薄くて使いやすくて良かったんですけど、なんと今年じゃないか、2025年分からは1年一緒になったんです。厚みはね、結構ありました。その分重たくなってました。まあなんか、ツイッターかなんかで2冊分冊じゃなくて1冊にしてほしいですっていうご意見も私も見たんですよね。あ、なので、そうなるんかなとは思ってたんですけど、なってしまいました。まあ、それをご希望されてた方はね、とっても喜ばしいことだと思うので、私にとっては、ちょっともう使えなくなったな、1年のあんな重たいのは、エプロンには入れたら動きづらいなっていうところではありますね。皆様はどうでしょうか。で、ポケログに戻ります。しおり紐は2本ついています。これおしゃれですよね。このワインっぽい茶色と焦げ茶2色。トラベラーズノートにもついてるから3冊、3本なんか挟めますね。ペンホルダーはないですね。このテーマ、マンスリーテーマ、マンスリーカレンダー。あ、日本語と英語と、なんか別の国の言葉でも書かれてます。この辺ちょっとラコニクションおしゃれですよね。で、デイリーのもの。で、最後は、ウィッシュリストがついてるんですよ。ちょっと面白いですよね。で、まあ、お気持ち程度のメモ帳。ウィッシュリストは72項目まで書けますね。で、これ、実はダイアリーというより、ポケットログダイアリーって言って、ライフログを記入していくためのもの
がもともとみたいです。ライフログっていうのは自分の身に起きたこととか食べたもの、体調とかそういうのを記録していくんですよ。すると見返した時に、あ、この日はこれを食べたからちょっと体調悪いなとか、あ、この気温の時はやっぱり頭が痛かったなとか、そういうのが分かっていくんですよね。それとは別に思い出とかも残しておくことによって、やっぱり過去を振り返って忘れていることとかを全部ノートに記録してあるので、宝箱のようになってきます。私もライフログちょっと続けてるんですけど、奥野さんの人生は一冊のノートにまとめなさいっていう本を読んで、それでもずっと続けてるんですけど、そういう風なのやりませんかっていう、ライフログやりませんかっていうためのこのログダイアリーになっています。なので、デイリーのところは、気温とか、レコード、記録、BPM、センチ、キログラム、キロメーター、これセカンドですかね。何か自分が続けている習慣とかを記録していくようになっています。もともとこういうふうな項目がついているので、何を書いていったらいいのかなって悩む人にも優しい設定になっていると思います。ブレックファーストとかランチとかディナーとかご飯のことも書けますね。ここは To Do とメモになってます。四角もあります。ここは To Do メモでもいいし、今流行りのコモンプレイスの気づいたことなんかも書いてもいいかもですね。ここに色つけていったり、キーつけていったらいいかなと思います。で、最後のウィッシュリスト。ここもウィッシュリストだから欲しいものとかやりたいこととかを書くんだと思うんですけど、欲しいものとかやりたいこと書いてもいいですし、やらないことを書いてもいいかなって思ったりもします。気分が乗らない遊びには行かないとか、衝動買いせずに少し考えるとか、何でもかんでも安請けはしないとか、人の話を遮らないとか、そういうの書いてみてもいいかなって、面白いかなって思います。皆さんはどんなことを書きたいですか？よかったらコメント欄で教えてください。では今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。素敵な文房具ライフをお過ごしくださいませ。サンタマでした。